皆さんこんにちは。最近の株式市場の流行りは分割を行ったり社名変更を行うといったような銘柄が数多く現れていますけれども、なんでそんな名前にしたんというような変わった名前に変更するような銘柄もあり、カタカナがとても苦手なカモーラレは旧日立造船のカナデビア、あるいは今回紹介するようなニデック、旧日本電産ですけれども、なかなか新しい名前を覚えられず苦戦しております。さて今週ニデックが四半期決算を発表しましたけれども、とんでもなく終わってる決算、株価の反応も暴落ということで、この銘柄長期保有して大丈夫なのかどうかというのを見ていきたいと思います。またニデックといえば強烈なリーダーシップを発揮するワンマン企業ですけれども、マーケットには他にもソフトバンクグループやファーストリテイリングのようなワンマン企業がいくつかありますね。こういったワンマン企業の株価というのは、それぞれのその素晴らしいリーダーシップによって株価が他の銘柄よりも優位なのかどうか分析しましたので、ぜひ今回も最後までお付き合いください。まずはニデックの1週間の株価推移ご覧いただきますと、こちら決算発表直前には6700円をつけていましたが、その翌日は 10% を超える下落、そして動画をアップするまで終値ベースでは一度も反発する日なくマイナス 15% を超える大幅な下落となっています。株価ベースですと1000円を超える下落、これが妥当な落ち幅なのかどうかというのをまずは詳しく見ていきたいと思います。今回発表した四半期決算の売上高と営業利益、決算資料から抜粋したものですけれども、一番左の棒グラフが第一四半期の成果、その数字から各事業ごとに増減の影響というのを右に行くにつれて足し合わせていき、一番右に今回発表した第2四半期の数字が出ているという形ですね。そしてニデックの主な事業として4つのセクションがあります。中ほどにある精密小型モーターというところから車載、家電商業、産業用、機器装置、この4つがメインの事業になっているんですけれども、中でも注目が集まるのがこの2つ目の車載というところ、今四半期でマイナス61億円と不調だった事業ですね。ここが一番将来にわたるニデックの収益を生み出すと見られているところですけれども、この事業に関して今期は黒字化ができるとこれまで非常に力強く述べられていたんですが、これが今回の決算では150億円の赤字になりそうだと、そしてその理由としては設備投資などですね、挙げていましたけれども、その設備投資を行っている具体的な商品名というのが e アクセル、電気自動車を中心に搭載されるインバータ、モーター、ギアを一体化した日本電産じゃなくてニデック売りの看板商品ですけれども、従来3つの機能を1つにしていた第2世代までからさらに4つ加えて7つの機能を1つにした第3世代を開発すると、そのための投資で赤字になると言っているわけですね。赤字は残念だけれども先行投資なら仕方ないではないかと思われるかもしれませんが、その先行投資する商品、将来的に売れるのかどうかというのが気がかりなわけです。そもそもニデックが主戦場としている中国のマーケットにおけるトレンドというのがこちら3つ書いてありますけれども、中国のマーケットに関する大きなポイントは2つ、低出力化と低価格化です。そんなに機能はいらないから安いものを作れということですね。実際右側の構成比を示した棒グラフ、中小型車の販売台数上位50モデルで出力の工程別に占有比率を示していますが、e アクセルが力を発揮する 100kW 以上の黄緑あるいは青のエリアというのが伸びてはいますけれども、それよりもはるかに 70kW 台のところが急速にシェアを獲得しているという状況。つまり e アクセルという高品質なニデックの作る商品が中国で必要とされなくなってきているんではないかと考えられるわけですね。ただ先ほど申し上げたようにニデックの事業別4つの大きなセクションごとに営業利益の部門別構成比を見てみますと、今ポイントとなっている赤の車載というところは前期は営業利益の段階で大幅に赤字でしたけれども、今期から来期にかけて、そして2年後にかけて一番企業としても投資家から見ても伸びを期待している分野となっていました。それが今回の決算であまり売れなくなってきているとなると、この車載事業での利益成長というのは本当に実現できるのか、売上高の部門別成長率を22年3月期100と置いたときに、青線の精密小型モーターに関してはほぼ横ばい、そしてその他の事業に関しては 20% から 40% の伸びを期待されていますが、赤のライン、車載事業だけは年々大幅な売上高成長率が期待されていて、2年後には2倍近くの売上高を見込まれていました。それも織り込んだ上での決算前の株価水準だったと
いうわけですね。ではその高い成長率を見込んで織り込まれていた株価、どれくらい証券会社のアナリストは見通しの下方修正を行っているのかご紹介したいと思います。例えばとある国内系の証券会社、今回の決算を受けても非常に楽観的な修正しか行っていません。ご覧いただいているのは決算前後の予想 EPS、1株当たりの利益の変化、証券会社のアナリストがどれくらい修正したかというものです。青の棒グラフが決算前に予想していた EPS、そして赤の棒グラフが決算後に修正されたものですね。また、黄緑の線グラフに関しては、青と赤の修正幅を取っています。本来はこれ引き下げ幅なのでマイナスで取るべきなんですけれども、あえてわかりやすいように符号を反転させて、例えば一番左の黄緑の線グラフ7円となっているのが今回の決算発表を受けた今期の EPS の引き下げ幅となっています。符号反転がどうわかりやすいかというと、このとある証券会社、非常に楽観的な見方をしていますが、今期の影響が一番大きい。そして来期2期後にかけては EPS の影響幅というのがだんだん小さくなっていくと、そういった判断をしているわけですね。つまり中国市場における e-Axle の販売鈍化というのは今期が最も影響を受ける。そして一時的な要因、2期後には従来予想通りの収益力をほぼ取り戻すと考えているわけですね。この楽観的な見通しのもと EPS の引き下げ幅3期分を合計すると 12.6 円。本当は正値に計算するのであれば現在価値に割り戻すために現行金利などで割り算をしなければいけませんが、3期目以降の永続的な部分の影響というのを足し合わせていないものと相殺して簡略的にこの 12.6 円という影響を将来にわたる2DECの EPS 引き下げインパクトとします。さてもう一社見ていきましょう。今度ご覧いただいているのは今回の決算がかなり厳しいインパクトを与えると判断している証券会社です。従来青のグラフは先ほどの証券会社よりも EPS の伸びというのが割合としては大きい。つまり2DECに対する期待は決算前は大きかったわけですけれども、今回の失望的な決算を受けて EPS をかなり引き下げたわけです。そして黄緑の線グラフ引き下げ幅を年々比較していただきますと、今年度は 6.3 円。先ほどの証券会社7円よりも少し小さいですけれども、来期は倍増して 14.6 円。さらには2期後に27円のマイナスのインパクトが出る。つまり、こちらのシビアな見方をしているアナリストは e-Axle の販売鈍化、中国のマーケットにおけるトレンドの変化というのが非常に長く続く、そう簡単には取り返せないものだと判断しているわけですね。ちなみにこちらは外資系の証券会社の一つです。日系の証券会社が全てそうとは言いませんけれども、やはり日本電産じゃなくて2DECの株式をグループの中でどこかが持っている、あるいは自社で持っている、そういった時にやはり大企業ですのでお付き合いみたいなところもある、あるいは自社グループの中で今回の決算を受けて売りたいと思っている場合は、売却が完了するまではそう簡単に大幅な見通しの引き下げというのはしにくいというのがあるかもしれません。そのあたり外資系はシビアと言いますか、相対的にはストレートな判断修正を行ってくるということで、こちらの場合も EPS の引き下げ幅を各年度足して現在価値への割り算は割愛させていただきます。そうすると今回の決算によって3期分で48円のEPS 引き下げが判断されました。さて EPS をそれぞれの証券会社の引き下げ幅足してどうするのか。2DECの PER というのは18倍程度と、これも日々動きますので定数ではありませんが、とりあえず18倍で推移しているとすると、PER というのは株価に対する利益の倍率ですので、この PER を EPS の減少幅にかけることによって今回の決算でどれくらい株価が下がると思われるか計算できるわけです。そうすると最初のとある日系の証券会社が見通し修正した計算ですと227円程度の株価のマイナス。そして実際この証券会社、決算発表後に目標株価を200円引き下げています。一方で厳しい判断をしている証券会社の方は864円の株価に対するマイナスインパクト。そして実際この証券会社は700円の目標株価引き下げを行っています。そして動画の冒頭で株価推移ご覧いただきましたけれども、値幅で実に1000円を超えるような下落ということで、結局マーケットの見通しとして整合性があるのは厳しめの見通しをしている証券会社の方ということになり、それはすなわち今回の決算による e-Axle の不調、中国マーケットでの販売鈍化というのは一時的要因、あるいは1期2期の間に取り返せるといったような簡単なものではなく、非常に長期的な影響が及ぶんではないかと
いう考え方の方が多数を占めていると考えられている証左になるわけです。そもそも最初にご紹介した証券会社がなぜあんな楽観的な見通しを出しているのか、どういった裏があるのかよくわかりませんけれども、ニデック自身はヤバさを自覚しているようで経営戦略の変更を説明しています。先ほど申し上げたように中国マーケットでは需要が高まっているのはメイドインチャイナのような安い労働力によって生産される低品質、低コスト、低出力の商品。これは安かろう悪かろうとよく言いますけれども、結局現地で売れているのはこういったもの。共産主義圏ではよくある傾向ですね。これに対してニデックは中国向けのEAXL、製造にかかる部品については中国製のものを中心に従来2000元かかっていたところを1200元までコストダウンさせる。一方で中国以外のマーケット、日本や欧米に販売している分に関しては高品質を維持するという戦略を取るようです。ただし過度な低コスト競争には参戦しないと、部品の現地調達によるコスト削減までにとどめて、現地でニデックの EAXL を最も多く取り入れている広州汽車という会社に対して専属的な納入を続けていくと、関係性を維持して安定供給を目指すということですけれども、この広州汽車という会社についても、これまで三菱自動車やトヨタといったところが提携関係にあったようですけれども、ニデックの製品をいつまで安定的に買い入れてくれるのか、そういった保証もない中で、いないよりはマシですけれども、安定供給を一社に頼るというのは、個人的には非常に危ない橋を渡っていくんではないかというような見え方になります。そして今回の決算ネタの最後にご覧いただきたいのはこちら、ニデックが予定している EAXL の販売台数見通しですけれども、単位が1000台ということで、7年後の2030年度には1000万台を販売したいと目標を立てていて、今足元23年度の計画としては35万台。ちなみにこれは前の四半期の54万5000台から下方修正されています。そして来期の目標に関しては155万台ということで、こちらも190万台から下方修正。そして2025年度2期後については224万台と、こちらは300万台から下方修正されています。これが2030年度には1000万台と、すごく果てしなく見えますけれども、本当に取り返すことができるんでしょうか。どれくらい難しいイメージかというと、今カモーラレチャンネル、皆さんのおかげさまで3万5000人の方にご登録いただいています。これを7年後に100万人チャンネルに育て上げると、そういった目標になっているわけですね。はっきり言ってカモーラレには無理かもしれませんが、ニデックの敏腕社長にとってはなせる技なのかもしれません。ということで今回の四半期決算がニデックにどれくらいインパクトを与えるものと見られているかご紹介しましたけれども、今回の動画2つ目のテーマですね、ワンマン企業の命運はということで、日本企業にはその他にもソフトバンクグループやファーストリテイリングといったような強いリーダーシップを発揮するワンマン経営者がいる企業というのがいくつか見受けられます。そのワンマン企業の株価推移平均とそれ以外一般企業の平均10年推移をご覧いただきますと、青のラインがワンマン企業の平均30社ですね。そしてオレンジのラインがトピックス500のうちワンマン企業ではない残りの470社となっています。これを10年間辿っていきますと、2016年あたりからですね、明確な差がつき始めて、ワンマン企業の株価平均の方がかなり優位性が高くなっている。一番差がついたところで 50% ほど優位性が出ていますけれども、やはりワンマン企業の経営者というのは非常に有能な人の集まりなのかと株価にも反映されているようです。しかしその状況が一転するのは2021年の中頃、山をつけたところから一気にワンマン企業の株価のパフォーマンスが大きく下がっています。約8年間差をつけてきた優位性を1年で吐き出してしまう。それでもまだオレンジのラインを下回る局面というのはなかったわけですが、一番直近のところですね、10月の25日まで比較をとっていますけれども、今月に入ってついにですね、ワンマン企業の方がトピックスの一般企業470社よりも株価平均負けるという屈辱的な展開になっているわけです。ではこの足元1年間、かなりワンマン企業にとって株価の推移、劣後する形、具体的にどのようなワンマン企業が大きな株価の下げ幅を記録しているのか見ていきたいと思います。まず最初にトピックス順位の200位以内、非常に大型株のワンマン企業をご覧いただいていますけれども、こ
こちら年初来の騰落率ですと、意外と大きな下落幅を記録している銘柄は、上から3番目のニデック以外、そんなに見当たらない。その他のマイナスとなると、下から3番目の楽天グループですね。逆にニデックの一つ下ファーストリテイリングや楽天グループの一つ下大塚商会は、それぞれ 26% と 40% を超える上昇率となっていて、むしろ好調なようにも見えます。それでは年初来の下落率が最も大きいものを順番に並べるとこちら 20% 以上の下落幅を記録しているのはこちらの5銘柄となっています。逆に大きな上昇を記録しているのはこちら。先ほど申し上げた大塚商会やファーストリテイリングは実は30銘柄中1位2位の上昇幅だったということですね。年初来だとニデックはマイナス 14% 程度でしたので上の表のワースト5には出てきていませんけれども、このニデックが下落率ナンバーワンになる期間というのが8月以降です。ワンマン企業の約3ヶ月間の騰落率を取ると、ご覧のようにニデックが最も敏腕な経営者による株価のワーストパフォーマンスを記録しているということですね。そもそも言いたいことはたくさんありますけれども、ニデックは前回の四半期で非常に好調な決算を発表しました。というのも今回の四半期決算において、これまでのような獲得見込みのある売上高を計算するのではなく、確実に取れる販売実績だけを見通しとして計上したというふうに言い方を変えているように、ワンマン企業にありがちのかなり自社実績を大きく見えるように前の決算では発表していたんではないかと。それが状況かなり鈍化しているので、実際の勢いに直すと大きく目減りしてしまったというような、そんな印象を受けます。ということで足元の四半期の株価パフォーマンスもご覧のようなワンマン企業のワーストを記録するといった結果になってしまったんではないでしょうか。個人的にはあまり長期投資を検討しにくいなという銘柄になってしまいましたので、いつもの5項目5段階評価でニデックご覧いただきますと、左から3つ、クオリティバリュー、グロースは DEE と同業種の大型株ご覧いただいていますけれども、その中でもかなり劣後する評価となっています。相対的にクオリティの評価が高く、業種は電気機器ということで、どちらかというとグロース偏重、相対的にクオリティも高い銘柄ということで、ニデックに代わる投資先となると、村田製作所やファナック、アドバンテストといったところがクオリティの高い銘柄で上がってくるでしょうか。他の銘柄も四半期決算順次発表していますので、一概にニデックの長期保有はやめてこっちみたいな判断はできませんけれども、ご参考程度にご覧いただければと思います。四半期決算シーズンということで、今回のような大きな動きのあった個別銘柄、あるいは日本株マーケット全体の四半期決算総括というのもこの後動画にしていきたいと思いますので、そちらもご関心ある方はよろしければ高評価、チャンネル登録していただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。